NHK のアナウンサーの話だと、プロは「う」で口を丸めない練習をするんです。そして丸めない方がいい理由がちゃんとあるんです。 Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel。 こんにちは、レモンスクールです。今日も日本語音声学音韻論を盛り上げていきたいと思います。日本語の「う」の母音に関する話第2回です。まず日本語の標準語の発音というけど、アナウンサーの発音と一般人の発音、この2つは完全に分けて考えないといけません。まずアナウンサーとか声優の訓練を受けた発音は規範的な発音って言うんですよね。教科書に書いてある発音です。この発音の使い手は自然に発音を身につけたのではなくて、訓練を受けて身につけたわけです。プロの発音です。だから理論上はネイティブスピーカーはいないことになります。ここでは分かりやすくアナウンサーの発音と呼びます。イギリス英語の RP、Received Pronunciation、容認発音とか、中国語の普通話、プートン話とかも同じような感じですよね。教科書の発音、こうあるべきみたいに決められた発音です。一方で一般人の発音、言語学では東京方言って言いますけど、別に特別な発音の訓練は受けてない人たちの発音です。東京あたりで生まれて、そのまま赤ちゃんの頃から周りの人たちの見よう見まねで身につけた発音です。大抵自分がどうやって身につけたかっていうのはあんまり覚えてないですよね。自然に身につけたっていうイメージです。ここでは分かりやすく一般人の発音と呼びます。僕も東京の多摩エリア出身なんで、多摩っていうのは23区じゃなくて東京の中でも栄えてない、何も面白くない住宅地です。でも TM ネットワークの TM は多摩ですからね。そう聞くと皆さんピンとくるかなと思います。僕も東京方言のネイティブスピーカーです。だからイギリス英語で言うと SSBE、Southern Standard British English みたいな感じでしょう。訓練を受けてない一般人の発音で、それが標準的な発音とされているものです。今日はアナウンサーの発音の話をします。このアナウンサーの規範的な発音というのも東京の発音を元にしてるんですけど、さっきも言ったように一般人の発音とは違います。それで僕は NHK のアナウンサーの発音のレッスンを受けたことがあるんですけど、まず NHK のアナウンサーの話だと、発音が上手い人は唇をあまり動かさずに舌をたくさん動かすんだって習いました。やっぱり唇を動かすのは大変ですからね。動きが大きくなりますからね。舌をうまく使った方が少ない動きで効率よく音を区別できるからでしょうね。それで、あは口を大きく開ける方がいいっていうイメージがあると思うんですけど、NHK のアナウンサーは口をあまり開けないんですよ。口をあまり大きく開けずにはっきりあの音を出すわけです。あじゃなくて、あみたいな感じですよね。やっぱり英語の母音って A、E、I って長いですからね。中国語の母音もあ、お、うって長いですからね。でも日本語の母音はあ、い、うって短いですよね。短いから時間がないから効率よく動かさないと発音できないですからね。それで、うは唇を丸めないんだと習ったんですよ。唇を丸めないと習ったんです。つまり前回の動画で説明した6種類の唇の動きのうち、この動きです。これが NHK のアナウンサーの教科書の発音です。前回6種類の唇の動きをやりましたけど、うって口角を横に広げるか、ニュートラル、か縮めるか、のうちのニュートラル、ですよね。それで唇と唇は狭めて、ってやらないで、スペースはある程度空いてます。っていう感じですね。じゃあなんでで口を丸めないのかっていうと、ちゃんと理由があるんですよ。丸めると、を無声化した時にうまく発音できないからです。無声化って何なのかっていうと、例えば、何々ですって言ってみてください。です。ローマ字で書くと DESU だから、最後にですっての母音が入ってますけど、実際の自然な発音だとです。ですっていうように母音がないんですよね。皆さんも言ってみてください。です。この時に唇を丸めちゃうと、ですってなっちゃってあんまり美しくないですよね。ですの方が綺麗ですよね。簡単に言うと、語順音表で言うと、これらの音の後にさらに濁らない音が続いたり、これらの音が文末に来たりすると母音が無声化するんです。き、く、し、す、ち、つ、ひ、ふ。あと半濁音のピ、プ。こういう風に無声化するんです。声が出ないんです。それで普段は無声化するときに口を丸めない方が発音しやすいし、あと音声学のデータでも日本語だけじゃなくて人間の言語全般で丸めない方が無声化しやすいんだっていうことを韓国人のキム・ヒョンス先生っていう名誉教授の先生から一昨年教えてもらいました。だけど無声化するときだけ口を丸めないで、普通に母音のうをちゃんと発音するときは丸めるっていうんだと、発音が複雑になっちゃって大変ですよね。わけわかんなくなっちゃいます。だから、無声化のためとは言っても、もう普段は一律唇を丸めないっていうことにするわけです。だからプロの NHK のアナウンサーは、普段で口を丸めない練習をするんです。
これが教科書の規範的な発音です。それで外国人とか日本語が母国語じゃない方たちは教科書で日本語の発音を習いますよね。そうすると教科書にはこの規範的な発音が書いてあるから、うは唇を丸めませんって書いてあります。だから日本語が母語じゃない方たちにとっては、日本語のうは唇を丸めないんだっていうイメージを持っている方が多いんじゃないかなと思います。それで2019年に広島大学の山根先生っていう方と一緒に日本語のうに関する論文を書いた時に、山根先生にアナウンサーのうは唇を丸めないで習いましたって言ったら、小紫真由美先生っていう日本テレビ系列のアナウンサーの動画を送ってくれたんですよ。それを見るとこんな感じです。これが小紫アナウンサーのうの発音です。でもおよりも唇はさらにすぼめるで、やや尖らせるっていうのもいいですよね。でも突き出さない。ってやらなくていいです。唇の先をさらにすぼめます。でもこれを見ても、教科書で日本語のうは唇を丸めないって習った人は、どうしても丸めるっていうことに罪悪感があって、いや丸めてないって言いたくなると思うんですけど、でも唇をすぼめるっておっしゃってますから、僕は決して日本語のうは唇を丸めるんだと一般化するわけじゃないんですよ。ただこのアナウンサーがうを単独ではっきり発音した時は唇を丸めるんだと言っても罰は当たらないでしょう。それで前回の動画では丸め方にも種類がある話をしました。唇の動きにも6種類あるという話をしました。この先生はあまり突き出さないで尖らさるっておっしゃってますよね。唇のスペースを空けると自然にって突き出しますよね。だけどあまり突き出さないっていうことは、突き出さないで尖らせるっていうことはってスペースは自然に狭くなりますよね。そうすると前回のこの6つの分類だと、横の動き、口角は縮める。そして縦の動き、唇のスペースは狭くする。このカテゴリーに入りそうですよね。そう言うと、いや、この人は新潟の人だから標準語じゃないとか、いろいろね、言いたくなって丸めるっていうのに抵抗があると思うんですけど、でも安心してください。また今後の動画で追加説明して、最終的には皆さんがハッピーになれることを目指します。あと、篠原さなえ先生っていうアナウンサーや声優をやってる方の発音の本によると、うは口を軽くすぼめるけど、突き出しすぎないって書いてあります。というのも、突き出しすぎると、動きが大きすぎて滑舌が間に合わないからだそうです。さっきも言ったように、日本語の母音は短いですからね。って。やっぱり発音に限らず、スポーツとかにしても、どんなテクニックでも、できるだけ無駄な動きをなくして効率よく動くっていうのが大事ですよね。だから、篠原さなえ先生のの説明だと、このタイプになりますよね。じゃあせっかく TM ネットワークの話も出たので、ちょっと音楽鑑賞しましょうか。あれこれ、なく、くって、くが無声化してますけど、それでもちょっと丸めてますよね。前回の6種類の唇の動きを考えると、今回のアナウンサーの口の動きと比べて何が違うでしょうか。この場合は唇のスペースが広いので、縦の唇の狭めがないうになります。横の動き、口角は縮めて縦の唇の狭めがないんです。だから、うに対するうですよね。うとう。前回お話ししたヌンタン語にはこの区別があるんですよね。さっきの小紫アナウンサーはこっち、TM ネットワークはこっちです。そうすると、いや、これは歌だから喋ってる時と歌ってる時は違うはずだとか、ボーカルの宇都宮さんはもともと熊本の出身だ、東京の発音じゃないとかね、皆さんいろいろ言いたくなると思うんですよ。でも僕は決して東京の日本語のうは口を丸めるって一般論の話じゃなくて、この TM ネットワークのボーカリストが歌う時のうは、この口角を縮めて唇を狭めない発音だと認めても罰は当たらないでしょう。まとめると、発音の訓練を受けてない一般人の東京の発音と、発音の訓練を受けたプロの教科書の発音を分けて考えるべきだということです。NHK のアナウンサーの発音だと、母音の無声化をしやすくするために、うは一律唇を丸めないんです。唇を丸めない練習をして身につける発音です。6種類の唇の動きで言うとこれです。日本語が母語じゃない方は、この教科書の発音を習ってると思います。ただ NHK じゃないアナウンサーだと、むしろ唇を丸めて狭めも作って、この発音っていうこともあります。一方で唇は丸めるけど狭めは作らないというアナウンサーもいます。だからプロの発音がみんなニュートラルな発音だっていうわけではないようですよね。これは面白いですよね。それで、ボーカルのトレーニングで発音のトレーニングもやりますからね。ただ、歌で響かせる発音はまたちょっと違いますけど、でもこの東京タワーのボーカリスト宇都宮さんのうの発音だと、丸めるけど口の狭めを作らないタイプ。篠原さなえ先生の発音の説明の本でもこのタイプですね。
今日だけでもトレーニングを受けてる人の発音でこういう3種類の発音が出てきましたね。だから丸めるか丸めないかの2択じゃないんですよ。余談ですけど TM ネットワークの小室さんの一押しの歌は Get Wild じゃなくて、今日流した I Am が一押しだそうです。僕もこの歌すごく好きなんでおすすめです。ということで、この動画が面白いと思っていただいた方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。